ランクルだから怖くない、何にも怖くない何にも怖くない。怖いのはランクルに傷がつくことだけIt's your faith that made those mountains. It's your faith that brought me to the way you called heaven down and prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. Ooh, how you made those mountains move. Yeah, yeah. Ooh, 乾杯乾杯 Trials you overcame. Every road that you made. あね、シアも乾杯シアも乾杯美味しいかもこれ。そうチャンピオンカレー有名？分からん、なんか映画おもろいから買っちゃったけどThat brought me to the way. ワンタンやったじゃあほとした動かれへんから嫌なんちゃうか寒いいただきますいただきます。チャンピオンカレーとはなんか聞いたことあるけど。うまい。美味しいな4時のお昼遅いなえ、もう4時？嘘やろうまいHow you made those mountains move. Move. How you made those mountains move. Move. It's your faith that made those mountains. これ使えってことやでなああ、そうかも。けどな、この石使った後な、戻してくださいって書いてたほんまに？車で踏んじゃうから。あ、そういうことかな着火剤もいっぱいある、ここにすごっ。皆さん憧れの直火ですね、これは、よいしょ気持ちいい。あれ欲しい。コールマンのでかいやつ。何だっけ、レイなんとかチェアやったっけ、レイチェアかなんかやったっけ。ベローンってできるやつ。トルティーヤ何時 ?6 時45分。 6時45分で最後のビールいやー、変な時間にお昼ご飯食べてしまった。さっきのカレーがお昼なんよ、私たち。そりゃお腹減らないわね。ドリトスディップ。こんなんあんねんな。横に売ってたで、こんなトルティーヤの。いただきまーす。いただきます。どうぞ。
美味しい。はい、YouTube のタイトルにもあったと思うんですけど、なんと、私たちのもとに赤ちゃんがやってきました。おめでとうございます。おめでとありがとうございます。おめでとうございます。う。ありがとということで、私はずっとオールフリーを飲んでるんです。出産の予定は夏頃を予定してます。う。家族増えたな。増えました。犬ではなくベビが増えます。この1、2年いろんなもん増えたよな。まあ乗り物も子供たちみたいなもんやん。いっぱい変わって。毎回家族が増えましたって言っても。そうやな。バイクが1、2、3、4台今。車2台。手話。でベイビー。増えましたね。増えすぎちゃうか？ほんまに。だから今実はバイク乗ってないんですよね。そう今なんかバイク乗ってる YouTube とかは過去に撮ってたやつとかを出したりしてるのが多くて、今は基本的にはもう全部車移動でキャンプとか行ける範囲で行ってみたいな感じで夫婦で行動してるんです。はい、最近だからふくよかになってきましたしスキニーも入らなくなりましたので、ずっとゆるゆるの服ばっかり着てるのもそれが理由にありますっていう感じなんですね。はい、じゃあ大事な性別発表してください。もう分かってるんですよね、性別は。分かりました、最近2週間前ぐらいに。性別も病院で知らされたのは先に俺で、アンチョビは知らず。じゃあね、私は聞きたくないって言って、旦那から聞きたいですって言って旦那からジェンダーリビールって言って性別発表みたいなのをしてもらいたいですって言って、先生からは言われず、私は耳塞いどいて、たくまさんだけ性別をその場で聞くみたいな感じでやったの。なんか先生もみたいな感じやってんな。普通逆やねん多分なあ、普通だって女の人がそう病院行って聞いてきて家帰ってきて旦那さんに発表するみたいなのが多分まあ世の大半なんやけど、まあ、たくまさんな別に自分がされたいわけじゃないって言うたから、じゃあ私されたいって言ってで私がジェンダーリビールをしてもらいました。ででん、私たちのベベの性別はどうぞ。女の子です。女の子です女の子です女の子です。意外やった。意外やんな。嬉しいけどな、どっちでも嬉しいけど。どっちでもよかった。でも男の子って言われることの方が多かったから、なんとなく男やと思ってたよね。思ってた。なんとなくね。いやびっくりした、女の子で。女の子しかもだからその日聞いて、ほんまはその日の夜に何かをして、性別を教えるっていう話だったけど、何にも用意してなかったから、教えずに、いや今日何も用意してないから言われへんわって、みたいなそうっていう状態が1週間ぐらい続いたよな。で次のキャンプで、たくまさんが私にまた発表するわって言ってじらされ、母親じらされるっていう。なぜか1週間じらされる。そうじらされて、たくまさんは自分の友達とか自分の親にだけ先言って、当の方にそうだからアンチョビのお母さんにもちゃんと LINE 送って、女の子でしたっつってそうで私がお母さんになんか LINE して、たくまさんから LINE 来たやろって聞いても、私からは言わないよみたいな、みんなでグルになって私には言わないっていう。女の子ということは、サバちゃん夫婦もね、実は去年の11月に女の子を出産してて、で私たちもたまたまタイミングもすごい近くて、
女の子が生まれるっていうことなんで、まあこれから一緒に子育てもしながらキャンプ行ったり、またバイクにまた乗り直すというか、また乗ったりとかを一緒にできるねって言ってて、それはすごい良かったな。まあ女の子でも私みたいにバイクに乗ったりキャンプに行ったりする子はいるから、男の子やったらなんか速攻免許取らせたろうって思ってたけど、まあたくまさんが溺愛するのは目に見えてますよね、皆さん。シア君もだからお兄ちゃんになります。俺とシュアが多分一番可愛がると思う。私は教育3番目係。や嫌われ役やな。いいよ、母親は女やったら嫌われ役でな。パパが一番嫌われへんようにしてあげないとな。パパ臭いって言わへんように。いやほんま頑張ろう。ほんまに頑張ろう。やっぱり健康かっこいいパパじゃないとそうかっこいいパパで言い続けるためにうん。頑張らないと。いろいろうん。だってぽっちゃりになってもパパデブって言われるで臭くなってもパパ臭いって言われるし、ずっとかっこいいシュッとしたパパで居続けないといやだからね。ほんまに頑張って頑張る。せめて子供が20歳になるまでは。うん頑張るわ。で今後の YouTube の配信なんですけど、まあ、夏頃に生まれた後、私はまた普通にバイクにはもちろん乗り始めたいなと思ってて、今は乗れてないんですけど、で、まあそれもちょっと子供の体調とか自分の体調がどうなるかも全然わかんないので、今は不確定ではあるんですけど、まあ秋ぐらいからはバイクのイベントだったりとかにも顔出し始めたりとかはしたいなと思ってるので、まあ YouTube も変わらず配信は今後も続けて、まあちょっと子供が出てくるので、ファミリーキャンプだったりとか、なんか家族についてみたいなコンテンツがちょっと多くなるかもしれないですけど、車とかバイクのことについてももちろん変わらず配信し続けていく予定なので、まあまた新しくなったシアタビファミリーをこのままずっと見といてもらえて応援してもらえたら嬉しいなと思います。そう、あとは最近スーパーカブをゲットしたので、スーパーカブはランクルで引っ張っていけるんじゃないかみたいな作戦も立てているので、後ろに引っ張っていくか。そうだから長距離の旅とかやなまあゴールデンウィーク、お盆、年末年始、株やったらまだ軽いからバイクキャリアみたいなのつけて乗せていけるかなって思うから、それで遠く行ってな、九州の朝とか走れたら最高やね。交代交代で走ってな、そんなんもできたらいいな。そういう新しい遊びとかもできるかもしれんし、幸いなことに実家も近いし、実家っていうか分からん両家実家近くてそんなこと言ったらなんか周りの人に怒られるかもしれんけど、まあでも助けてもらえる環境は割と幸せなことに整ってるんで、イベントに行くとか、それこそ2人でバイクに乗ってツーリング行きたい時とかは預けて、まあシュアも今まで預かってもらったりとかしてたんで、そんな感じで2人でまたツーリング行ったりとかもいつかは再開できたらいいなと思ってるよな。まあけどロードスターもあるしな車でツーリングも行けるし。そうでもロードスターは3人で乗られへん車やから、それがすごい難しいよね。どういうタイミングやろっていう。子供預けてアンチョビバイクや。アンチョビはバイク、俺子供守りながらロードスター、あ、なるほローどね。ドスターの後ろ。なるほどね。その2台ね。あ、そうそうそう。確かに確かに。だから家族みんなでそうやな行けるから。それはいけるな。うんチャイルドシート乗せてな。チャイルドシートでオープンカーしてやばいな。もうなんか、チャイルドシートでオープンカーってもうチャイルドシートの安全基準満たされてんのみたいなぐらいやけど。バイクもな、もう今や4台あるから順番に乗ってあげないとほんまに壊れちゃうし、ロードスターも乗らへんかったら壊れちゃいそうだし。けどベビーも連れて遊びにも行きたいから、ちょっと忙しくなるね。最近パパさんよりあっちの方が楽しいね。とかって言う。乗ってるハーレー乗ってる人泣いてる。乗ってるって聞いてあっちの方がバイク乗ってるけど、なんでの帰りはもうめっちゃ疲れてる。やばかったって言ってたな、この間、琵琶湖一周したんやな、一日かけて。その前もそうやし、
もう左の手首がもうおかしくなっててクラッチ握られへんみたいな。めちゃくちゃ痛い。で、バイク屋さんに相談したら、これ軽くできるって言ったら、じゃあここ変えたらいけるよみたいな。一回写真その辺の周り撮って送ってくれるって言って、撮って送ったら、ごめんこれもうそれに変えてるわっつって、これ以上柔らかくならんわっつって、どうしたらいいんって思って。もう変わってんのにこれみたいな。でけど、楽しい。なんかやっぱ乗ってる感が大きいよね。ハーレーよりなんでなんやろな。やっぱその前傾姿勢な感じが、カーブとかすっごいしやすくない？アメリカンと違うくない？しやすい。なんかまだ、やけど、怖いね。やっぱ二輪やから、滑るっていうのが怖いから、自信を持ってこう、倒されへんねんけど、カーブだけだから俺めっちゃ遅いね。安牌にこのまま行くんやな。一切倒さず行くから。待って。おかわり。チュー。はい、いいよ。はい、いいよ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 。偉いな。偉いな、ちゃうわ。行こう。もう食べた。美味しかったよー。もっとちょうだい。やって。うじゃー。来たそうねんね。ブイヤベース。日本酒と思って飲んだら全然なんかそんな感じじゃなかった。なんかワインみたいな。ガス。あ、ついた。つく。デレンデレンデンデンデレンデレンデンデンデレンデレンデレンデンデンデレンデレンデレンデン。Oh no! ガス。うわ、美味しそう。じゃあ、具だくさんや。いただきまーす。いただきまーす。魚骨あるからな。オッケー。ブイヤベース。美味しい。ああ。3分タイマー。待ってねー。うまそう。うまいと思う。パスタとバター入れただけやな。胡椒。胡椒だけ。いたいただきまーす。うまじゃあ子育てについて。自信あり？女の子ってわかる？わかんない。何一つわかんない。たくまさんって男3人兄弟やん。いとこにも女の子っておらんかった？あ、おるで。あ、おる？いや、昔ちっちゃい時一緒におったとかはある？まあ年2、3回やってたかな、ちっちゃい頃。だからあんまわからんかな。男3人兄弟とかで育ってたら、やっぱりザ男の子って感じよな、多分。俺は全然わからん。けど、アンチョビの方は女の子やもんな。私妹がおるから、結構イメージできるんじゃん。女の子を育てるっていうのは。全然イメージできる。まあでも妹年近いから、1個差、2個差か。だから、別に、お母さんと一緒に私も子守りした記憶とかそこまであるわけじゃないけど、まあ自分が女やから、なんとなくこんな風に育ってほしいなとか、
こんなんなったらいいなみたいなのはあるやん。私はお母さんとめっちゃ仲いいから、とか兄弟も仲いいから今も遊んだりするしさ、海外旅行行ったりするやん。友達みたいなイメージやね。大きくなった時。俺ちっちゃい時やな、別に何も思わない。多分まあ育て方も何もわからんけど、まあ、宿泊しながら多分ちっちゃい時は全然いけると思う。けど大きくなった時はね問題は。いやー、なんか買ってあげるから遊びに行こうやみたいななんかな。言ってたもん、知り合いのおっちゃんが中学生の娘おるから可愛くてたまらんけど、自分は遊びたいけど娘には嫌がられるって言って、けど物ねだられる時だけ優しくされるって言ってた。中学生になってもパパって言われたいな。中学生ってだって14年やろ。悲しくなるな。早っ。そんな考えたら。だから女の子を育ててきた世の男性の先輩が欲しい。うまいな。ひでちゃん。あ、ほんまや、おったわ、大先輩が。お父さんがいましたわ。いや、私はお母さんにもこの間言われたけど、お父さんみたいな人と結婚したいってずっと言ってたよ。やし、やっぱ両親仲いいところをずっと見てきたから、よし、お父さん優しいやんか、うち。だから、うちみんな姉妹も含めてお父さん大好きやから。楽しみやな。けど周り女の子多いもんな、今。ほんまに多い。なんか女の子ばっかりな感じする。いいやん、サバタクと一緒に相談し合いながら女の子子育てしたらいいやん。ほんまやな。年齢一緒やねんからさ。とうとう臭いって言われたとか言って。サバタクの方が早いねん、臭いって言われるの。なんでやねん。なんでやねん。俺よりサバタク年下やけど、いや、娘が俺より1歳若いから。あ、そういうこと。パパ臭いって言われるの早い。ほんまやな。うちの子の方がでも喋るの達者やったら、速攻パパ臭いって3歳ぐらいで言うかもしれんだよ。やっぱかっこいいパパであり続けたよね。つわりについて。つわりはあって、全然食べられへんもんができた。私は牛肉とラム肉が食べられへんくなった、顕著に。気持ち悪い言うてたもんな、俺が肉焼いてたら。めっちゃ気持ち悪い。なんか別にお米のなんか炊ける匂いが嫌な人とかなんかおるって言うけど、全然そんなんは大丈夫やし、なんやろ、肉だからもう生肉売ってる売り場の匂いも無理。お肉の匂いやし、焼いてる匂いも嫌やし、目の前に出されるのも嫌やし、けどハンバーグとかはいけんねんな。肉のステーキみたいなのとか焼肉みたいなのがめっちゃ気持ち悪くなって食べられへんくて、まあ別にそれ食べられへんくても困らんかったから、鶏肉と豚肉は食べれたし。なんか食生活結構変わってたよね。朝食めっちゃ食うし、まあ昼も普通に食うけど、夜はちょっと食った瞬間にすぐ気持ち悪いって。夜になるとつわりがすごいくんねんな。夜がやばかった。だし、なんかほんまにちょっと口にしただけで、あー無理かもーとか言って、で、なんで食べられへんねやろとか思ったら涙出てきて、なんでかわからんけど涙出てくるみたいな。車酔いみたいなのも初めてするようになったし。まあでもそれぐらいかな。腰がめっちゃ痛かったと。最近、まあちょっと落ち着いてきたけど、腰痛すぎて砕けるんじゃないかなと思った。いや、ほんまにしんどそうやったもんな。めっちゃ痛くて。ずーっとなんか腰痛いからなんかちょっと買っていろいろ試してボール当てたりとか、マッサージのやつ当てたりとかして、骨盤ベルト買うたりな。めっちゃ腰が痛かったの。もうつわりよりしんどいぐらい腰が痛くて。ちょっと落ち着いてきたわ、でも。で、三日月型のなんか抱き枕みたいな。クッションな。で、あれ、けど結構有名な、みんな使うねんな、あれ、妊婦さん。抱き枕みたいな、みんな使うらしい。マジ、廃人やった。あと何のやる気も出ない。あとずっと眠い。
めっちゃ寝てた。めっちゃ寝てたよな。ずっと寝てたよな。もうな、四六時中眠たいから、もう家で一日も寝てんねん。幸いサラリーマン辞めて会社に行かんくなってる時期やったから、もう家でひたすら寝たりとか、ご飯は基本的にも全部高野さんが作ってくれたし、まあ普段からですけど、って感じやったな。落ち着いたな。あとはめっちゃ甘いもん食べたくなる。今も続いてる、それは。毎日ソフトクリームが食べたくなるのと、ポテチとか別にいらんねん。家におる時間が単純に増えたからっていうのがあるんじゃん。完食したいみたいな間ができたら。あと梅ばっかり食べてる。梅グミ。もともとやん。まあね、もともと好きやねんけど、口にずっとなんか入れとかないと気持ち悪くなるから、梅のグミとかカリカリ梅とかをずっと持ってたな。何回か吐いたけど、なんかむっちゃ吐いて体重めっちゃ落ちるとかそこまでではなかったから、まだ良かったかな。だいぶそれも終わりました、つわりは。何ヶ月目ぐらいか落ち着いたの？20週ぐらいちゃう？20週ってことは、5ヶ月目ぐらいとか。4、5、20。そうやな。約半年ぐらいかかるってこと？でも、最初はないやん。最初すぐ来る人もいるけど、9週ぐらいからなんか気持ち悪いなみたいになってきて。じゃあ3ヶ月間ぐらいか。2、3ヶ月ちゃうかな。でもこの後また後期座りっていうのがやってくんねんて。そんなもう一回あんの？もう一回あんねんて。お母さんはそれの方がひどかったって言ったで。そうだよ。もうお腹が物理的に大きくなって、胃が押されて、胃液が逆流して気持ち悪いねんて、ずっと。っていう気持ち悪いっていうのが始まってくるよって言われて。今からまだ出るんやもんな。まだまだやで。今で赤ちゃん1キロぐらいらしいよ。めっちゃ蹴るもん。ぷにぷに蹴るもん。大変だ。世の中のお母さん尊敬します。名前は生まれたら発表します。シュワ。ちょで、金太郎やで。胎児名は金太郎です。金ちゃんと呼んでください。寝たまま飲んどる。だらしなけん。怒んなって。シュワだらしな。シュワ。すんごい睨んでくる。シュワだらしな。寝たまま水飲んで。あんたそこで目つぶったらドボンって鼻落とすんちゃう？そこに。見とこ。I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries